皆さんこんにちは。今日は国際免許証をタイの免許に書き換えにパタヤへ向かいます。バスは1日に何本もあるので、チケットはバスターミナルで直接購入します。今回の移動はこんな感じ。エカマイの東バスターミナルからバスに乗って2時間、パタヤへ向かいます。今回タイの免許証を取得することにした理由は、この後ベトナムに行った時にバイクに乗りたいからなのです。もうすでに行ってしまったインドネシアとベトナムは、日本のジュネーブ条約の国際免許が有効ではないウィーン条約加盟の国なのです。タイの免許証は ASEAN 加盟国では有効という万能免許。これでベトナム縦断バイクの旅に安心して出発できるというわけです。ちなみに日本でバイクの免許を持っていない人はこちらでもバイクの運転はできないので気をつけてください。日本の原付のような概念はないのです。パタヤに到着しました。今回の宿はこちら、チルインさんです。ダブルベッドにケトルとペットボトルのお水を言えば毎日もらいました。エアコンはついているけどファンもついています。小物類を置いておける棚、冷蔵庫とセキュリティボックスも完備です。バスルームはいつも通り小さいけれどアメニティもあって、ホットシャワーもちゃんと出ます。それでは免許取得一気に行きますよ。パタヤに着いたのは土曜日。なんということでしょう。免許取得に来たというのに土曜日じゃ役所が空いてないではありませんか。ということで先に用意できることを紹介していきます。1日目、宿の近所のクリニックで健康診断書を取得します。私たちが行ったのはブッカオクリニック。バイクライセンスのための健康診断書が欲しいといえば、相手も慣れたものですぐに作ってくれました。基本すべて自己申告で、なんと血圧は適当に書き込まれていました。血圧くらい測ればいいのにと思ったのは内緒です。その後は居住証明のための写真を撮りに行きました。日曜日はやることがなかったので、1日空いた月曜日2日目、今日は TM30 と居住証明書を取得しにイミグレーションにやってきました。ここまでは 3.2 台を乗り継ぎます。着いたのは13時30分。書類を揃えて受付に提出します。番号札をもらって順番を待ちます。呼ばれて取得できたのはなんと TM30 のみ。もう一度受付番号をもらって居住証明書の列に並ばないといけなくなりました。その上なんと明日出直せというのです。イミグレの営業時間は16時半までなのですが、なんということでしょう。14時のこの時点で受付は終了したというのです。文句を言ってもどうしようもないので泣く泣く帰ります。帰りはソンテウ1本で帰れました。翌日3日目、居住証明書を取得しに再びイミグレーションを訪れます。昨日同様、書類を揃えて受付に提出し、番号札をもらいます。ここでまたしてもタイのお役所仕事発動です。居住証明書の発行は14時だというのです。ただいまの時間9時。5時間も時間を潰すのは厳しいので、今日も泣く泣く帰ります。ここで泣きっ面に8。帰りのソンテウでやられました。昨日は10バーツで帰れたのに20バーツというのです。そういうソンテウがいるらしいとは聞いていたのですが、まさか自分たちがそれに当たってしまうとは。そして午後、再び訪れたイミグレでやっと居住証明書をゲットしました。4日目、今日は陸運局で免許申請予約をします。朝早く出発し、うまくいけば午後には免許取得できる算段ですが、最近は混んでいるらしく、免許取得は翌日になることがほとんどらしいです。陸運局はソンテウで行ける場所ではないので、今日はバイクを借りて向かいます。バイクで30分、陸運局に着きました。外国人用受付で免許申請予約をします。ここでまたもや誤算。予約を取れるのが今日の午後でも明日でもなく明後日だというのです。後でネットで調べたところ、1週間後と言われた人もいるらしく、明後日はマシな方と分かったのですが、バイクのレンタルを明日までにしていたので、もう1日延長しないとダメになりました。予約日までに1時間の講習動画を見てくれるように言われ、本日は終了です。1日空いて5日目、やっと免許取得日です。書類を提出したら受付番号をもらって待ちます。外国人枠の10人が一斉に呼ばれ、色覚検査と反応速度検査が行われます。色覚検査は検査用の信号機を見て色を口頭で伝えるだけです。
反応速度検査は椅子の前に置かれたアクセルとブレーキを模しためちゃめちゃしょぼい機械に座った状態で足を置き、アクセルスタート。目の前のライトが赤に変わった瞬間にブレーキを踏むだけのものでした。おじいちゃん外国人が何度も失敗していましたが、一度でも成功すればいいらしく、十数回目でパスしていました。試験が終わると免許申請料105バーツを支払います。私たちはバイクの免許だけにしたのですが、車の免許も同時取得の場合は倍の金額がかかります。ちなみに車とバイクの免許はそれぞれ1枚ずつ別の免許になります。最後に写真撮影、あとは免許が出来上がるのを待つだけです。待つこと10分、免許が出来上がりました。これで完了です。無事免許取得できました。今日は某旅系 YouTuber さんが気に入って何度も食べていたパイナップルチャーハンを食べにターミナル21に入っている激安フードコートピア21にやってきました。その YouTuber さんが通っていたのはバンコクでしたが、ここでも変わらないでしょう。そして頼みました。じゃじゃーん、これがパイナップルチャーハン。私たちにしては珍しく映えるご飯です。南国気分にブーストでココナッツジュースも頼みました。全然食べられるけど酢豚にパインはいらない派の私ですが、パイナップルチャーハンボリューミーな上に思いのほか美味しかったです。これは別の日、パタヤといえばのウォーキングストリートに向かっています。ビーチロードでソンテウ、気持ちいい。ウォーキングストリートに着きました。両サイドのお店には奇抜な格好のお姉ちゃんたち、見ているだけで眼福です。こちらはブッカオのライブバー。パタヤ滞在中3カ所くらいのライブバーに行きましたが、ここが一番上手でした。ただし年代が古すぎて私は知らない曲が多かったです。問題はボーカルさんに乗せられて鳴らしてしまったこのヘルズベル。バンドの皆さんにドリンクご馳走するぜというなんとも不合な遊びなのですが、せいぜい500バーツくらいかななんて思っていたら1000バーツで顔面蒼白。システム知らないで手を出しちゃダメですね。もちろんちゃんと払ってきましたよ。次回、古都スコータイを訪れます。